ドバイを越えてなお続く貴婦人の旅路。ジェンテルドンナに手を握られている。自ら提案したことなので握らせていると言った方が正しいだろうか。ともかく自分の右手は今彼女という規格外の余力を持つ馬娘にその命運を握られている。視界の端。控室の片隅にパチンコ玉台になって転がっている鉄球が映る。レース前にジェンテルドンナが手慰みに転がしていたものだ。いつもながらその余力には驚かされるばかりだがその彼女の手が今握っているのは自分の手だ。こうして彼女に手を預ける機会はこれまでにもないではなかった。だが今のジェンテルドンナは明らかにこれまでで最も力のコントロールができていなかった。事の発端は数十分前。ドバイシーマクラシック。とつくにに3000と輝く国際 G1。各国から強豪馬娘が集まる世界の大舞台。そこに参戦したジェンテルドンナはその最終直線に手前を塞がれるふりを受けていた。彼女が左右に首を振り包囲網の隙を探している様が観戦席から見て取れる。前には壁。横にも蓋。世界中から集まったレース巧者たちが上位人気の彼女を徹底的にマークしていた。トレーナーである自分はもちろん彼女も当然諦めてなどいまい。だがそれを見ていた観客は誰もがきっと思ったことだろう。馬群に抜け出す隙間などなく栄光への道は閉ざされたのだ、と。だが、次の瞬間。ジェンテルドンナの体が左右にぶれたように見えた。違う。一瞬の減速、相手の交代。そうしてできた馬群の隙間めがけて彼女が真横に飛んだのだ。馬娘が全力疾走している最中に真横に跳躍するなどそうたやすくできるものではない。だが彼女はなした。そして包囲網を突破した。そしてさらにその直後。世界は圧倒的な力を見た。揺れた。不意に足元から伝わる衝撃があった。そして一瞬遅れて到達するレース場全体を揺るがすような轟音。爆撃のような踏み込みとともに紅の女王が吠えていた。ゴールまではすでに残り200メートルを切っている。観衆の中にはこう思った者もいたことだろう。誰もが視力を尽くして走る中でただ一人減速した彼女がどうしてそこから猛追できようか、と。そんな余人の考えを一カ歩で踏み砕き、2歩、3歩とジェンテルドンナと先頭との距離は縮まっていく。並ぶか？いや、並ばない。あっという間に他をかわして先頭へ躍り出るとその差をどんどん広げていく。そしてそのまま堂々たるゴールイン。これが力だと誇るような貴婦人の進撃に観客はやまぬ熱狂と歓呼の声で応えたのだった。こうしてジェンテルドンナは覇者として遠くドバイの地を模制した。それは同時にテアラ路線出身の日本馬娘による同レースの初制覇という偉業でもあった。だがあれほどの誠実なレースをして何の代償もないはずはない。彼女にふさわしい惨事を考えながら地下馬道で彼女を出迎えた時その顔を一目見てすぐに異常を悟った。大丈夫か？あら、勝者を出迎える一言目にしては随分と無粋ですのね。ジェンテルドンナは決して他者に弱みを見せない。強者ゆえの余裕か、君臨者の矜持か。激しいレース後であってもその微笑は崩れず常に凛とした佇まいを崩してこなかった。そんな彼女が滝のような汗を流しほんのわずかにふらつく様子すら見せている。怪我でもしたか何かあったのか。すぐに駆け寄ろうとする自分に彼女が告げる。お気遣いなく、ただの疲労ですわ。それと、今は力加減が難しいの、近寄らないでくださる？そう言ってジェンテルドンナが壁に手をつく。すると自分の見ている前でコンクリートの壁に巨大な亀裂が入った。そしてスタッフに平謝りしジェンテルドンナを控室に引き上げさせたのが数分ほど前の話だ。ジェンテルドンナはこと余力においては規格外の馬娘である。そんな彼女が日常生活において周囲のあらゆるものを壊し尽くさずにいられるのはひとえに繊細な手加減をしながら日々を過ごしているからに過ぎない。だがかつてないほどの激走を経てその力加減が難しくなったジェンテルドンナ。勝利者インタビューももうすぐだというのにこのままでは彼女を人前に出せない。あれこれと考えを巡らせているとふとジェンテルドンナが手をこちらに差し出してきた。トレーナーのお仕事よ、落ち着けてくださる？かつてと同じ言葉だった。いつかのレースで出走前に彼女としたやりとりを思い出す。あの時も自分は彼女に手を差し出し彼女は過不足ない力で握り返してきた。
この手が自分をより高みへと引き上げるのだと言いながら。そうだ、自分という存在は彼女のためにある。ならばこの手程度担当馬娘のために差し出せなくて何がトレーナーだろうか。ああ、任せて。恐怖がないと言えば嘘になる。だがそれでもジェンテルドンナの手を取りしっかりと繋ぎ合う。ほんの一瞬、重機に押しつぶされるかのような圧力を手に感じ、それがすぐに遠ざかっていく。ふと見ると彼女は真剣な目で二人の手を見つめていた。しばらくの間時計の針の音だけが控え室に響いていた。控え室の片隅に転がる鉄球を眺めながら彼女の呼吸が整うのを待つ。すでに握り合った手はいつもの力加減に落ち着いているように思えた。だがジェンテルドンナはまだ自分の手を握り続けている。きっと彼女の中でまだ調整は続いているのだろう。その時、控え室のドアがノックされた。勝利者インタビューの時間を告げる現地スタッフの呼びかけである。あ、はい、でも彼女がまだ。ええ、すぐに参りますわ。自分の声を遮るようにするりと手を離したジェンテルドンナが椅子から立ち上がる。その佇まいにはすでに普段の凛とした空気が戻っていた。もういいのか？ええ、おかげさまで。そう言ってドアノブに手をかけ壊すことなく当たり前のようにジェンテルドンナが扉を開いてみせた。それを見てほっと一安心する自分に彼女が再び手を差し出してくる。ではここからは改めてウィナーズサークルまでエスコートしてくださる？ああ、仰せのままに。こうしてまた一つ彼女の頭上に勝利の栄冠が輝いた。だがこれほどの栄誉を手にしても彼女が満足することはない。これからも彼女はまだ見ぬ強敵を求めて新たな荒野に飛び出し力を示し続けていくのだろう。貴婦人の進撃は続く。彼女のレースで一番好きなドバイシーマクラシックを題材にしたものをいつか書きたかったのですうまくまとまらなかったのでお蔵入りにしていたのですが今日という日にどうしても出したかったので、出しました。彼女にはとても多くの感動をもらいました。ありがとう、安らかに。よく出してくれた。よかったよ。ありがとう。馬娘ちゃんを愛する同志諸君、チャンネル登録と高評価、ぜひよろしくお願いします。